This desert wasteland was a turning point for Helena and her allies. It was here that her fellow explorer Rockwell began his spiral into darkness. If only Helena could have seen the threat that was so close to her, where Rockwell's experiments would lead. There's danger lurking beneath these sands, survivor. Seek out this Ark's guardian and find your way to where I'm waiting for you. 登場人物について、スコーチドアースで探検家の記録残しているのが4人います。その他に、ハテナハテナハテナと HLNA さんのものがあるんですが、こちらは少しマップをまたいだものになるので、また別途まとめさせていただこうかと思いますので、今回は省略させていただきます。ジョン・ダケイヤはギャングのリーダーであり、強盗から法執行官になった人物です。彼は19世紀ワイルドウエスト、アメリカの開拓時代の西部地方に住んでいたと思われます。記録は英語で書かれておりまして、こちらの箱に入っております。ライアは古代エジプトの巫女です。彼女の記録はヒエログリフで書かれておりまして、こちらの箱に入っております。サー・エドモンド・ロクエル。ロクエルは消耗品やキブルのレシピでもご確認いただける名前になるんですが、マインドワイプトニックなどいろんな料理のレシピを作ったキャラクターです。ロクエルは19世紀のロンドン出身の科学者のようでございます。記録は筆記体英語で記載されておりまして、こちらの箱に入っております。ヘレナ・ウォーカー。ヘレナは生物の調査所の記入者でもありまして、2008年頃のオーストラリアの生物学者のようでございます。記録は英語で書かれておりまして、この箱に入っております。一番有名なキャラクターでもございまして、パッケージにも記載されております女性でございます。ストーリーとして主役にあたる位置づけということになります。ダケイヤはすっぱだかで目覚めますが、その数週間後には銃口を人に向けながら盗みを働いていました。平和的に情報を共有する方がいい場合もあります。狩人から南東にいる集団について聞き出すことができました。集落への侵入は信じられないぐらい簡単でした。普通に歩いて中に入るだけでよかった。集落は予想をはるかに超える大きさでした。守りは薄かったですが、その規模には感動します。住人はみんなで協力し合って小さな楽園の建設に勤しんでいました。この場所について聞くと、彼らは口を揃えてライアと呼ばれるリーダーの功績を称えます。ダケイヤはそのライアという謎の女性のことが気になっていました。果たしてどんな人物だろうか。ここにダケイヤの過去はありません。ここでは賞金首ではない。なりたいと思う男になれる。今日決断しよう。ここにいる人々から奪うことはできない。彼らに必要なのは保護だ。俺が彼らを守る。ライアの説得は簡単でした。彼女は集落の警護がお世辞にも良いものでないこと、そしてもしダケイヤがトラブルを起こしたければ、すでに問題が起こっていることを理解していました。ライアの言うことなら人々は耳を傾ける。しかしこのような無法地帯では、言葉だけではうまくいかない時もある。二人の間に協力関係が築かれるまで時間はかかりませんでした。ここの兵士で銃が使える者はどれだけいるだろうか。ここの者たちの半分は信じられないくらい未熟で、残りの半分は銃より槍を好むような人間でした。成長が見られないわけではないですが、そのスピードは驚くほど遅い。ライアが時々様子を見に訪れますが、幸いなことに覗く程度でした。これはこれで気が散るのでやりづらい。ダケイヤの寄せ集め部隊に今日初めて試練が訪れます。村から西に数キロ行ったところで数人が巨大なトカゲに遭遇します。そのうちの一人が何とか助けを求めに来ました。幸運にも他のメンバーたちも身を隠すことができたため、
全員が無事に戻ってきました。戻ってきた時、人々からありがとうと言われました。ダケイヤの人生でこれだけ感謝された日は他にありませんでした。正直、何と言い返せばいいかダケイヤには分かりませんでした。昨日、何かが原因で町の外の水道管が破損し、作業員が修理に行ったところ、カマキリの大群に襲われました。ダケイヤたちはそれらを追い払いに行きますが、もう手遅れでした。バカみたいなことを言っているようですが、あのカマキリたちはダケイヤたちをおびき寄せるために故意に水道管を狙ったと思われました。いつかこのようなことが起こるはずでした。町が大きくなればなるほどライアの価値は高まります。そして高価なものはどうなるか。そう、盗まれるのです。確かにあのように彼女を拉致するのは悪くない手段だ。だが相手を間違えた。ここは私の町だ。動物の群れに彼女を押し込もうとしていた奴らの大半はライフルで始末します。逃走を始めた残りの敵は仲間に任せます。一人は投降してきますが、ダケイヤの答えは決まっていました。自分の町であのような愚行を行った者に容赦するつもりはありません。あの女はなんてずうずうしいんだ。ライアは命を救われたばかりなのに、丸腰の誘拐犯を始末したことについて説教をしてきます。自分の身は自分で守ればいいと彼女に言いました。しかし言ったことを後悔します。彼女に射撃を週3で教えなければならなくなります。いつになったら覚えるんだ。彼女は5歩先の牛のケツにでさえ命中させることができないぞ。史上初めての射撃ができるエジプト巫女が誕生するでしょう。数ヶ月かかりましたが、ライアの辛抱強さには頭が上がりません。彼女に対してそこまで厳しくすべきではなかったと後悔します。弱肉強食の世界で信仰と伝統を守ろうとするのは簡単なことではありません。あるレッスン中に彼女は自分の女神には良い面と意地悪な面があるという話をしてくれました。彼女は別のことを言いたかったのだと思いますが、ダケイヤは彼女こそが女神だと思いました。カマキリたちが戻ってくることは予想していましたが、こういう形は望んでいませんでした。どんな狼の群れよりも組織化された動きで村の両側から同時にやってきます。人間のように強調していました。奴らとの戦いは半日ほど続きました。もちろん無傷では済みません。このような襲撃が頻繁に起きれば自分たちにとっては危機的な状況です。ダケイヤは人材をえりすぐり、奴らを追跡することにします。少なくとも住処だけでも突き止める必要がありました。ダケイヤたちはしばらくカマキリたちの動きを探っていました。ダケイヤたちを襲撃するためだけにはるばるやってきたとは到底思えません。奴らが賢いことは知っているので、何か別の意図があるに違いないと考えます。しかし、もし人間を殺すためだけに存在しているのだとしたら、奴らを全滅させるしか道はありません。言うだけなら簡単ですが、奴らの数は尋常ではありません。ダケイヤは生物の専門ではないですが、群れをなして行動するカマキリなど聞いたことがありません。この狂った場所ではそんな常識も通用しない。とにかく何らかの策を講じる必要がある。一匹ずつ始末していても拉致が開かない。サーシャを同行させておいて正解でした。彼女は1ヶ月前にノスティに現れたロシア人です。でも彼女は銃の扱い方をすでに心得ていました。グルーという場所で習得したと言っていました。聞いたことはありませんが、どうやらそこでは爆弾をダイナマイトよりも強力にする方法など、あらゆる種類のトリックを教えているようです。カマキリたちが潜伏している洞窟には硫黄が充満している。サーシャの爆弾を適切な場所に設置すれば、一度に全滅させることができるはず。奴らの餌になるのだけはごめんだ。町に戻るまでの道のりは思い出せませんが、洞窟のことは覚えています。カマキリたちは我々の侵入を許さなかった。奴らを全滅させる前に、こちらは味方の半分を失いました。だが、全滅と思ったのは勘違いでした。勝利を祝っていると、残っていた一匹が不意に襲ってきました。ダケイヤは呆然とするサーシャの体を押して逃がしますが、危うくダケイヤ自身が串刺しになるところでした。ライアは傷が回復するまでダケイヤを外に出してくれないようです。言うことを聞かないならベッドに縛り付けるとまで言われます。最初に目覚めた時もここにいたのは彼女でした。その顔を見てダケイヤはただ幸せを感じました。俺はいつからこの思いを抱えていたのだろう。初めからそうだったのかもしれない。そしてやっと受け止められたのだろう。ライアは美しい。
美しい女性はこれまでにも見てきましたが、こんな気持ちになったのは初めてでした。どこにいても誰に対してもこんな気持ちになったことはありません。あの部屋から出られなくなった時にダケイヤたちの間に起きたことはその場の勢いなんかじゃありません。少なくともダケイヤはそう願います。唯一確かなのは今となってはここに定住してもいいとさえ思っているということです。しばらく平穏が続き楽しく暮らしていました。しかしそれも5日前に狩猟隊が行方不明になるまでの話でした。結果的に彼らは遺体となって戻ってきます。彼らのキャンプをくまなく調査しますが、犯人の手がかりは何もありません。動物の痕跡はそれほど残っていないし、あったとしても私たちが知っている類の生物のそれではありません。至る所に焼け焦げた跡があります。噂に聞いていた炎を噴出する新兵器でしょうか。誰であろうとこの罪の償いは必ずしてもらう。今朝ついに犯人を追い詰めます。コウモリのような羽、トカゲのような頭を持ち、口から火を吐き出すような生物でした。こんな生物は今まで見たことも聞いたこともありませんでした。幸運だったのは頭に十分な銃弾を撃ち込めば死なない生物はいないということでした。仲間の一人はそれをワイバーンと呼んでいましたが、見るのは初めてだったようです。どこからやってきたのか、偶然この場所に通りかかったのか、俺にはそうは思えない。嫌な予感がする。最近になってワイバーンの目撃情報が後を絶ちません。奴らは全方向に火を吹けるだけではありません。電撃や酸を吐き出す者さえいる。その上、あの大きな柱はおかしな動きをしています。サーシャにも聞いてみますが、彼女も同じ意見でした。これでは気が休まらない。これとカマキリの件を考えると、この場所はダケイヤたちを消し去りたいように思えました。ライアと話す必要がある。あの塔が危険なら彼女はそれを崇拝するべきではない。彼女に期待したのがそもそもの間違いでした。ライアは長い間その信仰を守ってきました。今さらワイバーン数頭を処理したからといって彼女を変えられるわけがありませんでした。交渉の相手がダケイヤであったとしても、しかし諦めたわけではありません。ワイバーンだろうとカマキリだろうと巨頭だろうと、この町に彼女に危害は加えさせません。彼女の祈りのグループには特段の護衛をつけます。彼女がそれを受け入れるかは関係ありません。彼女は拒むだろう。それどころかこの先の数日間はダケイヤは星を見ながら眠ることになるかもしれない。それでもいい。あれほど用心していたのに予期せぬことが起きてしまいます。昨日塔が光り始めたと同時に嵐のような稲妻を巻き起こしました。ダケイヤは猫に乗り急いでライアを探しに行きます。しばらくするとまるでノスティ全土を飲み込もうとするかのように地面が崩壊し始めました。平常心でいるよう努めながらライアを乗せて逃げます。猫は壊れた建物が地面に滑り込みながら飛び越えていきます。なんとか生き延びたものの残ったのは2人だけでした。逃げている途中棚に捕まるサーシャを見つけましたが、ダケイヤにはどうすることもできませんでした。ダケイヤたちが唯一の生存者でした。これだけのことが起きた後でライアに何を言うべきか分かりません。彼女の心の痛みは計り知れないのにダケイヤにできることは何もありません。代わってあげられたらどれだけ楽かと思いました。とにかく生きることに集中しよう。基本に帰って水を見つけ、食べ物を見つけ、寝床を探します。彼女に残されたのはダケイヤとあの歯並びの悪い猫しかいません。俺がしっかりしなくては。どうにかしてこの苦境を乗り越えてやる。ここまでは順調です。猫が生き物を遠ざけてくれるので弾薬も節約でき、物資も十分。当面は安全だと考えます。ダケイヤたちは大工に向いていないし、世の中には長い歯の猫よりも巨大で強力な生物はいくらでもいます。新たな仲間を探す必要がありました。ノスティは砂漠の中で最大の居住地でしたが、それ以外にも町は存在しているはずです。以前狩猟団が西側にいくつかの建物を見たという噂を聞いていました。調査を始めるには良い場所のように思えます。何もかも地獄に落ちろ。これまで全てうまくいっていたのに、これまで完璧だった。しかしあの町を探索したからこうなったんだ。なんという馬鹿げた決断だ。噂が間違っていたわけではありません。建造物は本当にある。しかし今にも崩れ落ちそうな廃墟でした。建物の半分は砂に埋まっていて、ここに来る途中襲ってきたワイバーンたちの住処になっていました。
奴らの攻撃をなんとか逃れ、この巨大な円形の建物にダケイアたちは避難しましたが、ワイバーンは周回しながらずっとこちらの隙を伺っています。ほぼ1週間分の物資が手元にあります。それがなくなる前に彼らがこちらへの興味を失ってくれることを願いました。ワイバーンがまだいます。ダケイアたちに執着していました。ダケイアは決断します。一人で奴らを相手にするほど無謀ではないですが、最悪でもライアが逃げるための良い機会になると考えます。ライア、もしそうなったとしても俺を責めないでくれ。君は俺が望む以上のものをくれた。それに君はまだ世界を変えられる。俺一人のものに止めておくのはもったいないんだよ。俺自身が持つ才能はたった一つだ。その才能とやらを使ってあの醜い巨大トカゲどもを地獄へと一緒に引きずり込んでやろうじゃないか。と記録は終了します。ライアはオベリスクが太陽神の光が実体化されたようだと考え、古代エジプト神話の女神ハトホルに祈りを捧げるときはオベリスクに向いて祈っていました。仲間たちの疑いの視線を感じましたが、ここが理想的な居住地であるという点に関して皆の意見は一致し、ほど近くに拠点を築くことにします。建設作業は順調に進みました。仲間の中に建築家はいませんでしたが、自分たちの役割に適応していきました。ライアはルクソールにいた頃は政治に関わらないようにしていました。だから今日ギリシャからリーダーと呼ばれた時、ライアは驚きました。そのような地位を自分から求めたことはないし、公式に任命されたわけでもありません。ただ自然とそうなっていました。この名誉をどう受け止めればいいかわからないが、もしこれがハトホルの意志なら、私にできる限りのことをして人々を導いていこう。慌ただしい数ヶ月が過ぎ、集落は急激に成長していきます。住処と仲間を求めて放浪者たちが大勢訪れます。ライアは全力で彼らを迎え入れました。思いやりを持って接すれば、ほとんどの者は勤労と忠誠でそれに応え、集落の一員になってくれました。しかしライアは人の心に二面性があるのは分かっています。ハトホルは慈悲を、そしてセクメトは破壊をもたらす。この集落が大きくなれば、その分邪悪な者たちに狙われやすくなる。ギリシャは軍を組織しようと奮闘していますが、まだ満足いくものはできていません。神が私たちに真の戦士を使わせてくれることを祈ろう。神はライアの願いを聞いてくれた。少なくともライアはそう信じていました。しかしダケイア隊長は真の戦士としてライアが抱いていた理想像とは少し違っていました。ダケイアはぶっきらぼうで上品さのかけらもなく、誇りっぽい性格でした。しかし彼は結果を出し続けている。暇を見つけて彼の働きぶりを一度自分の目で観察してみよう。ダケイア隊長は大音量とともに火を吹く武器の使い方を兵士たちに教えています。あれにはどうしてもなれないが、その破壊力は絶大でした。人間の体などひとたまりもなさそうです。ハトホルの美と愛について多くの人に共有ができたことはとても喜ばしいことでした。ライアの日々の祈りは当初数人の興味を引く程度でした。しかしすぐにその興味は質問へと変わり、質問は参加へと変わりました。今や神殿を建てられるほどの人数が集まっています。しかしライアには優先すべき仕事があります。今は私を頼りにする人々が多くいる。その責任を放棄するわけにはいかない。名前というものは興味深い。大きな役割を占めながらも、その人間自身や所属する場所を変えるものではない。こう考えるのは、ライアは村の名前を考えているからでした。古代の言語で知ることを意味するノスティという名前が良いのではないか。昨日ノスティはまたカマキリの襲撃という悲劇に見舞われました。死者全員を墓地に埋葬する余力はありません。代わりに彼らの追悼式を開き、対話を希望する者にライアは個人的に時間を割きました。日々の職務にそれが加わり、ライアは精神的にも肉体的にもすっかり疲れていました。しかし民が苦しんでいる時に私だけ休んでいる暇などない。ダケイア隊長には一生の借りができた。この恩は誠心誠意返していかなければならない。もちろんそんなことで彼の無情な行動は許せない。確かにあの商人と名乗る者たちはライアを誘拐しようとした悪人です。しかしそのうちの一人は降伏していました。あの状況で彼を処刑する必要などなかったはず。この過酷な場所ではいつ
自分の中の善が消え悪に支配されてしまうのか予想もつかない。私にもっと力があれば血は流さずに済んだだろう。だから私も銃を扱えるように訓練しなければならない。ダケイヤ隊長に協力を仰ごう。ライアは少しずつですが銃の扱いを学んでいます。最初の方の訓練では反動で武器が手から飛んでいきそうになるほどでしたが、今は腕も鍛えられ照準も合うようになってきました。ダケイヤ隊長の存在はとても心強い。別の場所では不愉快に思っていた沈黙もここでは心地よいものになっています。彼は大げさに褒めたりけなしたりすることがありません。ライアがやるべきことにシンプルに集中させてくれる。余計なことを考えなくて済みます。ライアの当初の実力を考えれば彼はとても寛容でした。私も彼に対してもっと寛容にならないと。古代穏やかなハトホルは荒々しい戦士であった女神セクメトとして自身の怒りを人類世界に解放してしまった。しかしその無慈悲な大虐殺の間もセクメトの中にハトホルは存在していて、ハトホルの中にはセクメトが常に存在していた。そしてその怒りが落ち着くと愛と美の女神が帰ってきた。この女神のように人類も同じです。悪意は親切になりうるし、心優しさが凶暴になることもある。ダケイヤ隊長も彼の過去の行いを見るとそれと何ら変わりはない。先日ハトホルとセクメトの話を彼に聞かせた時は理解していないようでしたが、彼が良い行いをする努力をすればいつの日か本当の善人になるでしょう。理論上ライアは有能な車種になります。でも実際はどうだろうか。他の人間の人生を終わらせることが私にできるのかわからない。このことを考えると恐怖で口がカラカラになりました。戦士セクメトの魂はライアの中にも存在しているだろうが、自分の中にそれを探すことはできませんでした。防衛については隊長の判断を信じますが、カマキリへの反撃は正しい選択なのでしょうか。彼が村の防衛をおろそかにしているとは言わない。むしろその逆で、彼が率いる小隊の戦力の方が心配でした。心配すべきことじゃないのは分かっていました。彼自身の手で編成されたチームだし、ライアには他にやるべきことがあります。何日間もハトホルの慈悲とセクメトの治癒力を請うた。そして待ち続けた。この祈りが届くとライアは信じた。最初に彼を見たとき、瀕死かすでに死んでいるように見えた。しかし神々はライアのもとにジョン・ダケイヤを残してくれた。他にやるべきことがあるのは分かっていました。この部屋でこれ以上の時間を浪費している暇はない。それでもここから離れることを心が許してくれません。もうこれ以上自分の気持ちに嘘はつけない。ライアをここに送ったのはハトホルの意志です。ライアは彼女の喜びと慈悲の心を広めるため、彼女の愛を理解するために存在している。縛られた感情を紐解いた時、まるで止められない川の流れのように感情があふれ、本当の意味で愛を知らなかったと気づいた。今ならハトホルの教えを具現化できる。遠い世界から現れた戦士ジョン・ダケイヤに感謝している。そして今ライアたちは一つになり、この砂漠を楽園に変えよう。最近のノスティは喜びに満ちており、お祭りでも開こうかと思う。何せ祝うべきことがたくさんある。カマキリの脅威がなくなって大量の黒い油を発見した。このおかげで祭りの一つや二つ、いくらでもできるほど貯蔵庫が物資で溢れている。ダケイヤは反対するだろう。彼は極端な心配性だが、ライアなら彼を説得できる気がしました。いつの日かその心配と責任が消え、歌と踊りに変わることを願っている。何もない荒れ地から出発したノスティは短期間で本物の町へと発展したのだ。偉大なるファラオたちですらその偉業を羨むだろう。砂嵐と怪物たちの存在はあるものの、砂漠の脅威は日々消えつつある。犠牲者の数も人々の苦しみもどんどん少なくなっている。おそらくいつの日か脅威は完全に消え去るだろう。その日が来れば、これまで耐え忍んできた苦難と犠牲は全て報われる。この数日の間、偉大なオベリスクの光が今までに見たことがないリズムと強度で点滅している。夜に見るとひときわ美しく心地よい光景だ。星空に向けて歌を歌っているようにも見える。これも神のおぼし飯なのだろう。ハトホルがライアたちを祝福してくれているのだ。祝祭を催すわけにもいかないので、代わりに特別な儀式と祈りを日没後に行うことにした。
今のところこの試みはうまくいっていて、全員がそれぞれの信仰心や活力を新たにしている。この光の祭典はいつまで続くのだろうか。脅威がそこら中に潜んでいる中で、信仰を持たないジョンはどのように現状と向き合っているのだろうか。彼は安全が保証されている場所でも武器をそばに置いて眠ることをやめようとしない。オベリスクが危険だと突然言い出すのもうなずける。ライアには信仰があるし、ジョンのことも信用している。あの飛行トカゲからライアたちを守ってくれると信じている。オベリスクは脅威ではないと信じている。そして彼の考え方さえも許容できると信じている。しかしこの件に関しては彼からの歩み寄りも必要だと思う。オベリスクのことになると周りが見えなくなりすぎている。一体何がいけなかったのか。あらゆる試練と苦難の中でもハトホルやアムンラー、すべての神々への信仰は失わなかった。それどころか教えを広め、祭壇を作り、彼らを祀る式典も執り行った。なぜオベリスクは空を明るく灯し、私の新たな家に破滅を送り込んだ。なぜ神々は大地をバラバラに引き裂き、私が作り上げたものや仲間を地の底に叩きつけた。私が何をしたというのですか。ジョンがいなければこんな質問もできなかった。最後の行動としてライアを見捨てた神々に救済を請いながら死んでいたはずです。ライアは亡くなった人々のことで胸がいっぱいでした。生徒たちの笑顔が見える、学ぶ意欲を見せている。ギリシャの笑い声が聞こえる、愉快に大笑いしている。ジョンの忠誠なる部下の差し出す手が見える。そして彼女は暗闇の中に消えていった。ジョンは自分を責めないようにと言ってくれます。あれは予期せぬ出来事だったと。しかし彼らを破滅へ導いたのは、破壊の権化を崇拝させたのは自分だ。それを導いた自分が罪を感じずにはいられませんでした。ジョンのようにどうにかしてこの感情を閉じ込め、今を生きる必要がある。失ったものを引きずり続ければ、今あるものでさえ失ってしまいます。もうそんなことはさせない。神でさえ彼を奪うことは許さない。ジョン、私をどうか褒めてほしい。教えられた通りに呼吸をコントロールした。涙が頬を伝っていても、心の中が嫌悪と怒りで爆発しそうでも、照準を合わせ殺せた。皆殺しにした。あなたまで私を置いていくの。生き延びるべきなのは私じゃなくてあなたよ。あんな化け物に殺されるようなあなたじゃない。あなたは強すぎた。あなたがいないと。お願い、戻ってきて。あなたの声が聞きたい。あなたの笑顔が見たい。お願い、お願い。ライアはそれを見つけた時、粉々にしてやりたいと思いました。あの卵はライアの愛する人を奪った憎き化け物の元であり、同情する必要のないものでした。しかしそれらが助けになることも知っている。この生物たちをライアの奉仕者として育て上げれば、不実な神々でさえライアに手出しはできないはずです。ライアは大きなかがり火で、本来母親から与えられるべきぬくもりを作ります。孵化に備えて最強の獣たちから乳を集めます。彼らは私が育ててみせる。彼らと共に生き延びる。ジョン、最後の約束よ。私はあなたの分も生きる。あの生物たちが孵化する時に丸腰は危険だと思っていましたが、今はお互い信頼関係ができています。生まれて最初に目にした生物を親として認識するようなことも知っていましたが、この場所でライアはその当事者になっていました。ライアは化け物たちの母となります。それならそれでいい。神には見捨てられ、愛も失った。昔のようにハトホルの最後の痕跡である喜びも平穏もない。セクメトの強さと怒りで心を満たし、後ろには化け物たちを引き連れ、腕には武器を持つ。この砂漠に私の怒りを思い知らせてやる。もう二度と私のものを奪わせない。相手が人間だろうと、獣だろうと、神だろうと。ショーン、最後に話して以来いろいろなことがあった。この世界には信じられないような秘密がある。当初の私ならひれ伏すしかないであろう危険が潜んでいる。だけど私は強くなった。黒いベールに包まれた私を見ても私だと分かってくれる。ライアは今でも人々を救う方法を探し続けている。以前とは異なる方法で、ライアはもうただの世話係でもなければ、傷を癒すだけの治療者でもない。無力な人々を守ることや、この呪われた地に隠された真実を求める者を導くことができる。
いつの日か誰かが真実を見つけ、偽りの神に裁きを与えるだろう。その時が来るまでライアの戦いは終わらない。もう後悔はしない。私は前へ進む。と記録は終了します。一体何なんだ。ロックウェルはいくら考えてもあの祭壇で見つけた機械の正体がわからないでいました。ここにかつて助手をしていた、機器をいじるのが好きだった優れた助手がいたら、こんな荒涼とした砂漠に来ることもなかっただろう。ロックウェル、弱音を吐くな。与えられた機会を最大限に利用するんだ。砂漠ほど自分の死を意識せざるを得ない場所はない。日に日に移動できる距離が短くなっていきます。どれだけ原始的であろうと、一日も早く文明を見つけなければならない。しっかりとした道具と物資がなければ、この冒険も長くは続かない。最近つけられたばかりの足跡が遠くへ続いているのを発見します。素晴らしき紳士にして学者のサー・エドモンド・ロックウェルの物語を今日ここで終わらせるわけにはいかない。プロフェッツレストという集落を見つけます。砂丘の向こうに立つ壁を最初に見た時、それはまるで黄金鏡のように目に映りました。偶然の発見をただ感謝しました。プロフェッツレストは要塞というよりはむしろ修道院のようでした。ここの原住民はアークのオベリスクを中心に原始的な宗教を作っていました。彼らは1日に3回異なるオベリスクに向かって祈りを捧げています。その服には赤、緑、青の星が描かれています。青いオベリスクは近くにあるため特別視されているようでした。プロフェッツレストは医者を必要としており、ロックウェルには物資が必要でした。プロフェッツレストがなぜあれほど水に対して気前がいいのか分かりました。庭の端にある井戸は地元の人間が水脈と呼んでいるものの上に直接建てられています。この存在はちょっとした奇跡でした。アークはあの島がそうであったように星の中を漂っているのでしょう。あの素晴らしい金属鉱石が鍵になっているはずだ。それだけは間違いないと考えていました。修道院の医者としての私の仕事の多くは取るに足らないものでした。熱中症や軽い病気などの治療が多くを占めていました。このためオベリスクについて学ぶ時間が十分にありました。彼らはオベリスクについて驚くほど無知でした。オベリスクが起動可能な装置であることも知らない。言わずもがな、起動させた経験もない。アーティファクトについては多少の理解があるようでしたが、どちらにせよロックウェルは探求を続けていくしかないようでした。ロックウェルはようやく修道院の聖域を見ることを許されますが、原始人たちの崇める祭壇の上に安置されていたのは、島の地下で見つけたものと似た輝くアーティファクトでした。しかしここの者たちはそれを利用するでもなく研究もせず、代わりに祈るばかりでした。このアーティファクトの正しい価値はここにいる間抜けどもには分かるまい。神聖な遺物だと。全くだな。時間はかかりましたが、ようやく一人で生きるための十分な物資と道具が集まりました。これらをラクダのような獣に乗せるのは骨の折れる作業でした。しかし何より大変だったのはアーティファクトを盗むことでした。内部は常に見張られています。ロックウェルはシュエイたちの交代時間を注意深く観察し、誰の飲み物に薬を入れるべきかを見極めました。その後も迅速かつ抜け目なくことを進めました。彼らが気づく頃にはもう手遅れだ。サー・エドモンド・ロックウェルはいつも敵の一歩先を行く。それも単なる一歩ではない。奴らの手が届かないほど大きな一歩だ。プロフェッツレストを立ってから数日経つが、どうやら尾行されていないようでした。予想通り奴らはロックウェルが最も近くにある青のオベリスクを目指すと踏んでいるのでしょう。しかしロックウェルが目指すのは緑のオベリスクでした。単細胞の狂信者どもを出し抜くのはたやすい。私はお前たちの遥か先を行くぞ。少し腰を落ち着けて、奴らの聖なる遺跡とやらについてしっかり調査しておく必要があります。使われている材料が星明かりの祭壇の金属鉱石との類似性についてとても興味がありました。オベリスクは私が想像していたよりも強くアーティファクトに反応しています。島にある各オベリスクからこのような反応を引き出すためには3つではなく8つのアーティファクトが必要でした。つまりアークが私のために用意した恐ろしい獣を召喚する前に、洞窟探検はこれ以上しなくても良いということです。あとはあの獣です。ネルバが戦ったようなドラゴンに勝てる見込みはない。
一人ではなおさらだ。相棒が必要だが、適任者はいるだろうか。力を貸してもらうための対価はあまり持ち合わせていないが、少なくとも一つのアークのトライブとなら交渉する余地はあるでしょう。気づけば何年もあの島の外交を担ってきました。私は経験豊富で雄弁な交渉者だ。原住民と同盟を結ぶくらいは朝飯前だ。ロックウェルは現地の開拓地にたどり着くことができました。しかし、そこを訪れたのはロックウェルが最初ではありませんでした。バーニング・フェニックス一派は略奪集団で、到着した時には貯蔵庫から物資を略奪したり、居住者たちを奴隷化していたのでした。当然、その無法者たちはロックウェルの姿を確認すると、貴重品などを奪っていきました。悪党め、日記だけは死守したが、他はほとんど取られてしまった。最悪だ。武闘派のトライブを見つける必要がありました。これを良い機会と捉えるべきだと考えます。礼儀正しく紳士的に何度も頭を下げましたが、リーダーに合わせてくれません。集団の長ならまだ話が通じると考えていました。そして周囲から聞こえる鳴き声がロックウェルを苦しめます。囚人たちの半分はここやあそこを怪我したと嘆き、残りの半分は意味もなく絶えずわめいています。怪我人を見てやれば、この耳障りな騒ぎも少しは収まるだろうと手当てを始めます。ついに静かで落ち着ける場所を手に入れます。衛兵たちによりロックウェルは個室へ移されました。移動の理由を教えてくれなかったですが、治療中に彼らの視線を感じることが何度かあったので、おそらく医療技術に目をつけたのでしょう。この地でも医者が必要とされているようでした。それならそれで構わない。医者としての技量は衛生兵の域を超えないくらいでしたが、自分の立場が有利になるなら、与えられた役割を演じ続けようと考えます。ようやくバーニング・フェニックスの集落に到着します。ロックウェルは部族長の面前に立たされました。部族長のティムールは威厳ととっつきやすさを兼ね備えており、皮と骨でできた王座に腰掛けたまま、苛立った様子で私に問いを投げかけてきました。ティムールには妻がいて、妻のナスリンは妊娠していました。準備をする間もなく馴染みのない状況に立たされる可能性もありました。ロックウェルはこの一連の出来事をとても興味深く思っていました。アークで次世代にバトンを渡す可能性については思ってもみませんでした。しかし、考えてみればこれは自然なことです。その他の動物と同様に、人類にも生殖本能はある。それが種を持続させる唯一の方法なのです。ロックウェルよ、お前は成し遂げたのだ。母子ともに無事で、ティムールは父となったことを誇り、ロックウェルがティムールの祝いの宴の主賓でさえあった理由でもありました。バーニング・フェニックスの余興の競技は楽しかったとは言えませんでしたが、食事は美味しかった。ロックウェルはティムールにオベリスクやアーティファクトによってもたらされる莫大な力について囁くことで、一時的な信頼を得られることも確信していました。彼が行動に移るまでに時間はかかるかもしれないが、彼を将軍に変えることができるかもしれない。またしても説得に成功した。不運なキャラバンや村々を破滅させているバーニング・フェニックスに対して我慢の限界が来たロックウェルは、ティムールにオベリスクの守護者を相手に力試しをしてはどうかと持ちかけます。不安はありました。ティムールはネルバのようなリーダーではないし、彼の敗北は自分の敗北を意味します。それでも他に選択肢はなく、成功の対価はそのリスクを補ってあまりある。オベリスク、星明かりの祭壇、それにあの貴重な功績があれば、自分が科学者、紳士、探検家であった歴史を刻むための礎となるだろうと考えていました。見つけたぞ。ついに見つけた。祭壇にあった謎めいた鉱石と同じサンプルだ。あの恐ろしい獣が保護していたのでしょう。もちろんこの戦いで多くの仲間を失いました。だがそれも想定内でした。進歩は犠牲を伴い、彼らがそれを認識していなくても、彼らの死によって人類は未来に進むことができるのだ。この鉱石は本当に特別でした。凍えるような砂漠の夜でも触れば暖かいし、まるで心臓があるかのように脈を打っています。ロックウェルが知っているどの天然素材よりも軽くて丈夫でした。このような物質から何を作ることができるだろう。名前でも考えるべきだろうか。何が良いだろう。ロックウェリウム、レドモニウム。残念ながら今は他にやるべきことがあります。ティムールとバーニング・フェニックスは役割を果たしました。いつまでも甘えているわけにはいきません。ティムールに憐れみを。
勝利に浮かれるあまり最大の脅威が迫っていることに彼は全く気づいていませんでした。今その体は自分が倒した獣の切断された頭部の下敷きになっています。両目は腫れ上がり、開いた口からは血が流れ落ちている。ロックウェルは自分の手柄に酔いしれることもなく、バーニングフェニックスの戦士たちの最初の一団が毒入りのご馳走に倒れると、すかさずその場を去り夜の闇に消えました。アーティファクトとエドモニウムを手にして、悪党どもには天罰が下ったのだ。私のような紳士的な学者にふさわしいもてなしを怠ったせいだ。彼らがいなくなり、この砂漠の未来は明るくなった。バーニングフェニックスの野営地から守備よく立ち去りましたが、手持ちの物資を確認する暇はありませんでした。狩りをして補給しなければいけません。かつての元気はもうないかもしれないが、野営地から持ち出したこの武器があればなんとかなるはずだと考えていました。友好的な部族に遭遇したらすぐに武器を情報と交換することも考えますが、弾薬を数発自分のために取っておくのもいいかもしれないと考えます。使える器具は限られていましたが、エドモニウムの初期実験を何とか行うことができました。ロックウェルの知見に基づけば、一般的な溶鉱炉ではエドモニウムの鉱石を溶かしてインゴットにするのは不可能でした。おそらく金属結合の度合いが強すぎて、融点が通常の金属よりもかなり高くなっているようでした。もっと本格的な実験のためには研究所のような施設を作らなければなりません。しかしサンプルの量が少ないため、後先を考えず実験に没頭するわけにもいきません。砂嵐のせいで馬とはぐれてしまいます。そして空が晴れると、あの裏切り者のミス・ウォーカーと再会することになります。私に会えてどれほど嬉しかったのか。彼女はあらゆる嘘をまき散らした。だがあの女の本性など全部お見通しだ。ロックウェルは彼女の狙いは間違いなく私のエドモニウムだと考えました。手っ取り早く私を殺して奪おうとしないのは、自分の知恵がなければその活用方法がわからないからだと考えていました。ミス・ウォーカー、それならばこちらにも考えがある。しばらくは温厚な老科学者を演じさせてもらおう。しかしお前に騙されることは二度とない。私に先を見通す力があったことを感謝しよう。ミス・ウォーカーがあの島で囚われの身になった時、私は自身の存在を隠した。だから彼女は私が彼女の裏切りを知らないと信じ込んでいる。それを巧みに利用して私はあの詐欺師を逆に騙してやった。しかし彼女に連れ添ういかめしくて口うるさいあの女はまた別の問題でした。彼女は鋭く疑念に満ちた視線でこちらを睨んでいることがよくありました。ティムールと同じ方法で対処してもいいが、彼女はティムールより用心深いかもしれないため、できるだけうまく自分の本性を偽ることに集中しようと考えます。ロックウェルはミス・ウォーカーを買いかぶっていたのかもしれないと思い直します。エドモニウム鉱石については特に興味はなく、彼女が関心があるのはロックウェルが持っているアーティファクトでした。もっと早く気づくべきでした。彼女の専門は生物学です。エドモニウムの特性など彼女には理解できないのでしょう。ロックウェルはこの事実に少し安心します。ミス・ウォーカーが自分を出し抜こうと企んでいたとしても、彼女が狙っているものは的外れです。エドモニウムの研究に細心の注意を払っている限り、遅れを取ることはないと考えます。ロックウェルは怖そうな目つきで睨んでくるあのワリハル・アスワドという女とは早くおさらばしたい。向こうもそう思っているはずだと考えていました。彼女は星明かりの祭壇へと続くアークの入り口まで我々を送り届けてくれたが、別れの手土産はそれだけでした。砂漠の魔女がいなくなれば、ミス・ウォーカーと私にとって状況は好転するだろう。ミス・ウォーカーはエドモニウムに秘められた力に全く気づいていない。そして島で彼女が行った策略について、自分が何も知らないと信じ込んでいるようです。彼女がおもちゃや骨董品で今後も遊びたいなら続けるがいい。暇だったら手伝ってやってもいい。ひとまず彼女の目と鼻の先で宇宙で最も素晴らしい物質の秘密を私が解き明かしてやろう。と記録は終了します。なぜよりによって砂漠なんかを選んだのか。厳密に言えば選んでなどいません。あの装置をどうやって動かしたか自分にもよく分かりませんでした。かつてヘレナが住んでいた島の宇宙ステーションのようなものが突然ホログラム画像でいくつも表示し、選択を促されたのでした。ああ、なぜボタンに触れてしまったのだ。
その時ホログラムは果てしなく続く砂漠を映し出していました。その結果、ヘレナはここにいるのでした。そういう向こう水なところはいかにも私らしい。まあこの機会を幸運と捉えて最大限に利用しよう。とにかく熱射病には注意しよう。ヘレナの努力は報われました。予想通り、この巨大な緑の昆虫たちは飲むのに適した水を背中に蓄えていました。だがいずれ水はなくなるかもしれない。移動は今でも徒歩だ。仲間も見つからない。アテナに会いたい。今日友好的な生存者たちの集団と遭遇します。砂漠のキャラバンである彼らは彼女を歓迎してくれました。彼らが乗り物にしているのは非常に魅力的な生物でした。おそらく恐竜の一種でしたが、ラクダとも生物学的なつながりがあるように思えます。しかし不思議な生き物でした。あれだけ奇妙奇天烈だったあの島にもこんなのはいませんでした。あの島ではなくこのステーションに最初にたどり着いていたら、ここの生態系が自然の産物だとは1秒たりとも思わなかったでしょう。例えばこのモレラトプスです。彼らはケラトプスとモレラドンとラクダの交配種だが、最も奇妙なのは背中のコブに線を刺せば清潔な飲料水を入手できるという点です。安全かつ彼らの体にダメージを与えることもない。全くとんでもない生物だ。遺伝子操作が行われたのは間違いない。まず事実を認めて、次は理由を突き止めるべきだろう。この新たな観点からここの生物たちを研究すれば、答えは得られるはずだと考えます。ヘレナはキャラバンの人々がエンドレスデューンズと呼んでいる場所を見せてもらいます。それはこの地域を全方位から囲んでいる荒涼とした砂の海でした。実際はこの砂漠にも果てはあるのでしょうが、無限と呼びたがるのもうなずけました。しかしそこは巨大な砂漠ミミズの生息地でもあり、彼らの縄張りに足を踏み入れた者は全て飲み込んでしまうようです。最初は笑い飛ばしていましたが、後に電車くらいの大きな化け物が砂の中から飛び出し、野生のモレラトプスを貪り食う姿を目撃しました。あれに気づかれることなく歩く方法を身につけるしかなさそうだ。あのデスワームというとんでもない生物にも役割があることが分かった。彼らは自然の障壁なのです。もしこの地が自然界を模倣した宇宙ステーションなら、その中にいる野生生物と人間も自然に存在するように見せかけなければなりません。以前の島には海があり、それが成り立っていました。だがこの砂漠では海の代わりにデスワームがいるようです。餌が少ない環境では大量の栄養を必要とする捕食動物の大部分は長くは持たず死に絶えてしまう。しかしここは人工的な世界であり、デスワームに餌を与えるのも死んだら補充するのも宇宙ステーションの管理者の思いのままです。少し考えすぎかもしれないですが、その可能性は十分ありえました。ここまでの事実をおさらいしよう。あの島と同じくこの砂漠も自然環境を装った宇宙ステーション。遺伝子操作によって作られた危険な生物が多数、そして必死で生き延びようとする人類が少数存在している。この環境は人工的な領域と自然の障壁によって意図的に作られている。他の宇宙ステーションも同様であることが予想され、壮大なスケールで実施されている何らかの奇妙な実験であると考えられる。つまり各ステーションは条件の異なる試験体として、続きは後にしよう。キャラバンの一人がたった今大慌てで戻ってきました。信じがたい話でしたが、岩が生きているなどと言っていました。石膏が言っていたように、岩は確かに生きていました。そして巨大な二足歩行のゴーレムの姿をしており、非常に攻撃的でした。それに襲われた時は、死さえも覚悟しました。しかしその時、もっとおかしなことが起きます。雷がゴーレムに直撃したのでした。だがそれは空から降ってきたものではなく、血まみれのドラゴンの口から発せられたものだったのです。それからのことはよく覚えていません。おかげで生き延びることができましたが、ヘレナはまた一人になってしまいました。今思い出すと、あのドラゴンには騎乗者がいました。騎乗者は見つからないようにうまく隠れていましたが、あれは名銀だったでしょうか。彼女が生きているかどうかも知らない。この砂漠ではその可能性は低い。しかし、あれだけの生物を飼いならしている様が、彼女と重なるのでした。彼女が私を見守ってくれていると空想してもいいだろう。実際、私たちは友達だった。よね。こういう時に友達がいればよかったな。
違う意味で最高の友達を見つけます。この小さな毛玉をヘレナは連れて行くことにしました。彼女はレノピラ・アンプレクサスという種だ。小さくて愛らしい草食動物で、知る限りテイムしても特に役立つことはない。それでも彼女を放っておくことができなかった。ゴーレムやワイバーンとのいざこざで、自然の摂理に手を出さないという唯一の科学的信念はどこかへ行ってしまったようです。夜に彼女を抱いていれば凍えることもないし、そのおどけた仕草などは癒しになっていました。そろそろ名前をつけてあげようかとも思っていました。レノピラが役立つとは夢にも思わなかった。今朝、彼女が興奮した様子で飛び回っていて、落ち着かせようとなだめていたら、直後に雨が降り始めます。偶然だと思いましたが、その後も飲み水を確保しようと外出していた時、彼女の様子が変だったため、念のためシェルターを確保すると、その数分後に小雨は嵐に変わったのです。彼女に天候予知能力があるとすればありがたい。何のひねりもないけど、レーダーという名前はどうだろう。2日前に高地を探す決断をしておいてよかった。そうでなければ、この開拓地を見つけることはなかった。ヘレナは平和主義者ではありません。死と暴力は生きることの一部で、自然の摂理だと考えていました。それでも銃には少しばかり違和感がありました。人を撃つという行為は間違っていると本能的に感じていました。島ではあのニューレギオンさえ撃つことができませんでした。しかし、そうも言っていられない。村の住民は私を歓迎し、受け入れてくれている。彼らのためには訓練をしなければならない。想像よりも早く射撃技術を披露することになるかもしれません。狩猟チームがこちらへ巨大カマキリの群れが向かっていると報告してきました。巨大カマキリ。直接見たわけではないですが、村人たちの間ではこの話題で持ちきりでした。彼らによると、この昆虫たちは武器や道具を巧みに扱う小さな手を持っているらしい。正気とは思えない話でしたが、巨大カマキリという時点でもはや現実離れしている。せめて食人の風習がないことを祈りました。戦いを挑もうとする人間はいないし、今から逃げるにしても遅すぎる。通り過ぎてくれればいいが。カマキリがこの村を通過するとは根拠のない希望であり、皆が翌朝を迎えることができないと考えていたでしょう。あれだけの訓練を重ねたが、ライフルはいつもより重く、震える手の中にあるそれは違和感しかありませんでした。奴らは接近してきましたが、幸い来訪者は他にもいました。接近するカマキリに上空から炎や電撃が降ってくると、村人たちは喜びの歓声を上げます。名前を叫ぶ者もいました。ワリ・アル・アスワド。黒のローブで身を隠したその騎乗者は、大喝采に応えることはありません。迅速かつ効率的に、そのワイバーンの正体はカマキリの群れを一掃しました。ワリガル・アスワド。何としても会いたい。感謝を伝えたい。問いかける人によって、ワリアル・アスワドは何者かという答えは変わりました。この砂漠で生き抜くための心構えや装備は以前とは比べ物にならない。モレラトプスに大量の水を確保させ、レーダーは天候を教えてくれる。唯一の恐怖は巨大な捕食者たち。それと巨大なゴーレムだ。探索に数週間を要しましたが、ついにワリガル・アスワドを見つけます。数頭のワイバーンと共にいる一人の騎乗者を発見します。騎乗者は私のことをはっきり見ていました。なぜならその直後にワイバーンたちが私の頭上を旋回し始めたからです。ヘレナは手を振って、大声で挨拶をしました。念のため、名義の名前も叫んでおきます。しかし、返事はなく、そのまま飛んでいってしまいました。ワリは社交的とは言えないようですが、このまま諦めるヘレナではありません。ああ、ワリが過酷な山を住処にしているとなぜ気づかなかった。昨日、ワイバーンたちが頂上に降りたのを目撃した。そこから立った様子もない。面倒だがあそこに住処があるのだろう。山道はモレラトプスには狭すぎるので置いていくしかありません。もし戻らなければ勝手に逃げてくれるでしょう。登り始めたはいいが、想像以上に厳しい道のりになりそうです。ヘレナが全身の力を抜き、この山に対するあらゆる暴言を吐き出した瞬間、彼女の笑い声が私の耳に鳴り響きました。当惑した老女の声でした。どうやらヘレナからワリを見つけたのではないみたいでした。彼女がヘレナを見つけたのでした。ポータルの入り口ではそれなりの驚きを体験しましたが、どうやら出口にも同様の現象が発生していたようです。ワリによると、
ワイバーンからそれを見つけるのは容易で、その後ヘレナを尾行していたようです。彼女がタイミングよく現れたのは偶然でも何でもなかったのでした。オベリスクやその守護者、あるいはこの砂漠が宇宙ステーションであることを話した時も、それほど驚いているようには見えませんでした。私よりもこの世界を熟知しているのか、もしくはそれ以上の驚きを体験しているのだろうか。ワリがワイバーンの乗り方を教えてくれるようになったのは、会話が込み入りすぎた時に逃げるためでしょう。だけどそれでもよかった。見た目は異なるが、ワイバーンに乗るのはアルゲンタビスに乗るのと同様に快適でした。サドルがなくても気にならない。そのように設計されているのでしょう。遺伝子操作によるものだろうと、彼らが壮大な生物であることに変わりはありません。危険は伴うが、いつか野生のワイバーンを観察したいと考えます。そんな機会を逃すことはヘレナにはできません。ヘレナがワイバーンを乗りこなせることを証明した結果、ワリはこの地域の見回りに同行させてくれました。ヘレナが知る限り、ワリはこの場所で長い時間を過ごしている。おそらくロックウェルよりも長い。すべての村や遺跡の歴史を知っている。南東の方角に大きな町があったようだが、いつしか消滅したらしい。細かい部分については未だに語ってくれませんが、詮索を続けようと思いました。その点でレーダーの存在は心強い。この毛玉が近くにいるときはワリの機嫌も良い。彼女が一緒にいてくれてよかった。ワリから自然について勉強する時間を与えられたことは感謝していましたが、彼女はそんな自分を面白がっているだけのようにも思えました。誰も読まないようなものを何時間も書いて何が楽しいとも言われました。正直、返す言葉が思い浮かびませんでした。確かに私の調査書は誰にも読まれないでしょう。この場所に閉じ込められている限り出版する術はない。書き始めた当初は自然に対する愛がそこにはありました。今はどうだろう。もうこれは私の存在意義なのだ。記すことによって私が私でいられるのだ。先日信じられないことが起こります。ワリが砂漠でさまよう人影を見つけます。それはなんとエドモンド・ロックウェルでした。ヘレナは知人との再会に思わず泣き出しそうになります。ロックウェルはヘレナがネルバに囚われていると聞きつけ、私を解放するように彼と交渉するつもりだったようでした。そして洞窟へ入るとここへたどり着いたらしい。私のためにわざわざそこまでしてくれるなんて、なんて優しい人なのだろう。奇妙なことに自分のポータルが開く直前、ワリは彼女の縄張りから遠く離れたところでポータルが開くのを見たと言っている。おそらくそれはロックウェルのポータルだ。しかしワリが現場に到着するのが遅すぎたため、すでにロックウェルの痕跡は消えていた。ポータルは時間と空間を超えた移動を可能にするというのがロックウェルの立てた仮説だが、今私が一緒にいる人たちを見れば、それに賛成せざるを得ない。ロックウェルを見つけて以来、ワリはとても静かになりました。二人の時間を与えてくれているのでしょう。とはいえ、ヘレナたちがネルバの野心について話をしていた時、彼女は興味深いことを言っていました。この地を征服することは、この地が許さない、そう言っていました。彼女曰く、南東の大都市はオベリスクによって滅ぼされたということしか語らなかった。推測の域は出ないが、考えがいのある情報でした。このステーションの管理者が人類の行いを監視していて、真相に近づきすぎたものは罰せられるのだろうか。各ステーションがより大きな実験の各試験体だとして、人類の進歩がリセットされているという考え方は決して飛躍ではないと思えました。そうだとしたらあまりにも末恐ろしい。ゾッとする。ロックウェルはいつ眠っているのだろうか。夜中に目を覚ますと、彼は火の明かりで奇妙な鉄のかけらを観察していた。見覚えのあるアーティファクトも持っていた。ヘレナはそれをワリに見せるように言った。そして彼女はそれがここの唯一の守護者であると言った。彼女の知識からすれば、以前にオベリスクを起動したことがあると聞いても驚きはなかった。それどころか、彼女は獣すら倒した経験もあるようでした。守護者のアーティファクトを持っていれば、どうやらいつでもこの地を離れられるらしい。そろそろここともお別れだ。ワリと会えないのは寂しいが、ロックウェルもそれを望んでいました。ヘレナたちをコントロールセンターまで連れ戻してくれるトランスポーターは、山のさらに南にある廃墟と化したところにある。南東の町同様、ワリはオベリスクによって破壊されたと思っているようです。ヘレナも情報がないわけではないので、
それ以上の詮索はしませんでした。ワリはその廃墟の話だけは口を割らない。南東の町に連れて行ってもらった時も必死で頼み込んだが、現地についても彼女は何もせず、ただ遠くを見つめているだけでした。わざわざ彼女の機嫌を損ねる必要はないだろう。これまでの彼女の貢献に敬意を表し、別の道を歩むことにしよう。廃墟を通り抜け、プラットフォームに無事に着いたヘレナたちを見届けると、ワリは去っていった。あれだけ世話になっていたから、彼女がいなくなるのは悲しかった。お互い笑顔で別れられたのが唯一の救いでした。もちろんレーダーも同じです。彼女を連れて行くことができないので、ワリに託すことにしました。二人ならうまくいくでしょう。ああ、またワリと書いてしまった。しかも2回も、癖というものはどうしようもない。ワリは彼女の本名じゃない。分かっていたのに、彼女はそれを訂正することはなかった。少なくとも今までは。とにかく、幸運を祈ってる、ライア。あなたに出会えて本当に良かった。と記録は終了します。You continue to impress, Survivor. As you have grown in strength, I have been searching Helena's memories, finding what I have forgotten all these long years. Her friends, and the journeys they had. Was it all for nothing? No, it had to be done, so that one day you could exist. Together, you and I, we can put this right. You must travel onward, Survivor, for your greatest trials are still to come. 普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。